ください。起きてください。ああ、困りましたね。起きていただかないと、私はあなたに挨拶することもできません。こんにちは。ああ、いけません。本は大切に扱わないと。私ですか？私は、この本の案内人です。よろしければ、あなたのお名前を聞かせていただけませんか？あなたをどうお呼びすればよいのか知りたいだけですよ。他意はないのでご安心ください。では、改めまして、はじめまして。何でしょう？一度本を閉じて、また開いていただけますか？はい。大丈夫ですか？この本は、官能昔話といって、誰でも一度は聞いたことがある昔話を、その身で体験することができるのです。そうです。この本にある昔話の登場人物になり、物語を楽しむことができます。夢ではありませんよ。ただ、そうですね。この本を手に取れるのはあなただけという意味では夢なのかもしれませんね。私があなたの前に現れたのは、あなたにならこの本を楽しんでいただけると思ったからですよ。信じていませんね。
そうです。ただし、この本の昔話は、お嬢さんが知っているものとは一味違います。タイトルにあります通り、この中にある昔話は、子供には聞かせられない大人のための昔話となっております。興味が湧いてきましたか？では、もう一つ教えて差し上げましょう。昔話の結末は一つではありません。はじめは物語の結末は一つしかありませんが、何度も話を読み進めていくことで、未来が様々に変化していくのです。では、体験してみますか？あなたが望むのなら。はい。お嬢さんの身の安全は私が保証いたします。もし万が一何かあったとしても、私が全身全霊をかけてあなたをお守りします。わかりました。それではご案内いたしましょう。この本の中へ。はい。昔話を堪能していただくには、この本の中に入っていただかねばなりません。大丈夫です。それともおやめになりますか？そのままの意味です。あなたが本の中に入るのですよ。ですが、さっきも言いましたように危険なことはありませんから。私を信じてください。よろしいですか？それでは、こちらを耳につけてください。これはフォンといって、本の中に入るために必要なアイテムとなっております。はい。それに、これは本の世界を楽しんでいただくために、とても重要な役割も兼ねているのです。こちらの耳にかぶせるタイプのフォンがヘッド。そして、こちらの耳の中に入れるタイプのフォンがイヤーと言います。この二つのうちお好きな方をお選びください。それは私にはお答えできかねます。あなたご自身の耳でお試しいただいた方がよろしいでしょう。イヤーを選んだあなた。私の声が聞こえますか？驚かれたでしょう。そう。私はあなたの近くにいます。まず、あなたの穴を見せてください。どれ。右の穴は、そして、左の穴も、ちゃんと耳のお手入れをしているようですね。とても綺麗です。
では、あなたのお耳の穴の中に、イヤーのコリコリと突き出した部分を入れますよ。きれいな穴の中に、ゆっくりと、コリコリと硬い部分が入っていきます。ほーら、穴の中に入ってますよ。もうすぐ、全部入ります。すっぽりと、ああ、入った。どうですか？耳の穴の奥まで、ぴったりと、入っていますか？もうすっかり、私の声なしではいられない耳になってしまったのではないですか？そんなに感じて、かわいい子だ。いかがですか？イヤーのつけ心地は。では、準備が整ったところで、あなたに物語を選んでいただきましょう。いいえ、何度でもお好きなだけ選んでいただいて結構ですよ。いずれのお話も私がより抜いたものばかり。これからあなたがどんな物語を選ぶのか、今からとても楽しみです。さて、あなたのお耳の準備がすっかり整ったところで、続いては物語選びと参りましょう。こちらをご覧ください。この目次にある物語、一寸法師、人魚姫、番長皿屋敷、ヘンゼルとグレーテル、レダと白鳥、細川忠興、青ひげ、7つの物語からお選びいただけます。はい。より様々な物語を楽しんでいただければと思いまして。それでは、どちらの物語をご覧になりたいですか？